今回は時計鑑定士がマニアックに語る愛用時計という企画を行いたいと思います。時計に詳しい鑑定士がどんな風に愛用時計を選んだのか、愛用時計についてどのような点を気に入っているのかなど、いろいろインタビュー形式で聞いてきましたので、そちらをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですけど、お使いの愛用時計何でしょうか？ジャガールクルトのマスターウルトラスリムピンクゴールドになります。とてもシンプルな時計なので、カレンダーや秒針、そういったところもなくてですね、シンプルに、単針と長針の2針のタイプ。マスターウルトラスリムなので、この薄さがとても特徴的な時計になっております。やっぱりこの袖とかに収まりいいですか？そうですね。今、あえて出してますけど、カッターシャツとかでも収まりがいいので、日常使いにはいいですね。いつぐらいのご購入なんですか、こちら？これがね、2013年なので、約10年前ですね。かなり長くじゃあ愛用されてますよね。そうですね。2回ぐらいオーバーホール出します。もともとこのジャガールクルトのマスターウルトラスリムって探されてたんですか？それともなんか偶然こう出会ってみたいな感じなんですか？もともとは、ピンクゴールドの時計、カバーベルトのタイプ。できれば普段使いの自動巻きがいいなと思ってたんですけど、たまたまネットで検索してたら、弊社のホームページに出てきてですね、手巻き最初抵抗あったんですけど、使っていくうちに自然とやっぱりなんかこう愛着が湧くというか、やっぱり使う時に手で巻いて動かすっていうこのアナログなんですけど、そこに魅力を感じてくるようになりましたね。最初ちっちゃいかなとは思ってはいたんですけど、普段やっぱりこういうふうにジャケットスーツとかネクタイ締めて仕事をするので、もともと私自身も腕がこう、15センチぐらい少し細い方なので、2005年とかやっぱり少しデカ厚と言われる、そうですね、デカ厚真っ只中ですね。真っ只中だったので、割とこう時代とは逆行していったような感じにはなるんですけど、それが逆に良さに見えてきてですね、大きな時計だとやっぱりカッターシャツ擦り切れたりだとか、少しこの辺りに手首痛かったりしたんですけど、やっぱりこういうサイズの時計だからこそ収まりがいい、こんなところに惹かれた。ちなみにいいところって何かありましたか？シンプルなので、やっぱりこういうジャケットスーツスタイルには抜群に合う。あとは最初秒針ないとかカレンダーないとかっていうのはどうかなと思ってたんですけど、秒を気にして仕事することってあんまりないので、不要かなと、思いました。しかもこのブラックタイプってあれですよね、通常この黒文字盤になると当時裏がシースルーバックになるっていうことがあったので、裏もシースルーの方ですかね。いいですね。手巻きだとこの自動巻きのローターがないので、本当にムーブメントがドーンと見えますよね。そうですね。結構こうシースルーから見る機会はあるんですか？最初はありました。そう。最初ありました。ただだんだんやっぱりなくなってはくるんですけど、たまにやっぱり見ると綺麗だなと。そうですね。いうのはありますね。じゃあ逆にこの非常にいいところもたくさんある時計だと思うんですけど、このなんかマイナス点ってありましたか？使ってみて。そうですね。シンプルがゆえ、こういう仕事の時は使うんですけど、正直やっぱりオフ、仕事以外の時はなかなか使う機会はないなっていうのは一つあるかなと。あとは稀にですけど、すぐカレンダー日付を確認したい時はないので、困るまではいかないんですけど、現代時計といえば、秒針が真ん中にあって日付がついてるっていう実用性重視ですから、もう2つともないってもう真逆言ってるので、確かにその機能はない分、先ほど言った、別のいいところがあるってことですよね。じゃあ、最後にお伺いしたいんですけど、なんか同じようなジャンルで、なんかおすすめのモデルってありますか？他に。そうですね。ブランパンの、ビルレだとか、そして薄型の、IWC の、ポートフィノ。渋いですね。そうですね。そのあたりも、比較的こう、ドレスウォッチというか、薄型の時計になってくるかな。少し、年代の前のもので言えば、今の現行ではないような IWC のポルトギーゼ。このあたりは昔、私自身も持ってた時があったので、このあたりが選択肢に入ってくるんじゃないかなという感じです。やっぱりジャガールクルトって機械をムーブメントを作るメーカーとして非常に有名で、昔からパテックとかオーデマピゲとかバシロンコンスタンタに機械を収めていたメーカーであるんですけど、やっぱりこのマスターウルトラスリムって薄くないといけないので、中の機械も薄くないといけないと。で、その薄い機械が作れるから、ジャガールクルトがこのマスターウルトラスリムが作れるので、そういう意味で本当にジャガールクルトならではの時計だなと思ってまして、で、特にこの機械は、オーディマピゲとかバシュロンコンスタンタンの、薄型時計にも使っている機械と同じような、素晴らしい機械が載っているっていうところも、やっぱりシンプルながらも中も素晴らしいというところで、非常にいいなと思いました。では最後に、私の、愛用時計を紹介したいと思います。ブランパンの、レマンのアクアラングという時計です。このレマンのアクアラングは、通常モデルではなくて限定モデルということで、1999年に登場したんですけど、もともとはブランパンって世界初の、ダイバーズウォッチとして1953年に50ファゾム、出しているかと思うんですけど、そのヴィンテージ時代にこの50ファゾムスとともに、アクアラングという名前がついたダイバーズウォッチも登場していますので、
かなりこのヴィンテージファンには、おなじみのアクアラングという名前なんですけども、しばらくその後アクアラングという名前が付く時計はブランパンにはなくなっていたんですけど、この1999年にアクアラングという名前を付けて、レマンシリーズから限定で出したというのが、この、レマンのアクアラングということになっています。で、特徴としては、まずこの 38mm ケースに、当時ブランパンって基本的にはレマンシリーズは、シースルーバッグにしなかったんですね。普通はソリッドバッグで裏からシースルーにしないというのが一般的だったんですけど、こちらは限定モデルということで裏がシースルーになっています。ですので当時のブランパンでは珍しいシースルーバッグということになっていて、さらになんですけど、このローターが本当の金を使ったローターを使っているということが特徴になっています。ちなみにこの後2005年に、このアクアラングの第2弾が登場するんですけども、その時はサイズアップをして同じくシースルーバッグだったんですけど、第2弾ではこのゴールドローターではなくなってますので、この金のローターというのはこのアクアラングの、第1弾の特徴になっているかなと思います。ちなみにアクアラングというこの名前ですけども、もともとはアクアラングというのは商品名で潜水をするときに使う道具の名前です。これ有名な沈黙の世界の映画で有名なジャック・イブ・クストーさん、彼が考案した要はダイビングツールなんですね。でもともとこのヴィンテージ時代に、ブランパンのダイバーズウォッチはダイバーズショップを通して売るという販路を持っていましたので、そういった経緯からおそらくこのアクアラングという名前が、ブランパンのダイバーズウォッチについていったのかなというふうに思っています。ですのでこのアクアラングという名前の時計が、ブランパンにあって、それが1999年にこうやって復活をしたという時計がこちらの時計になっています。そうですね、購入したのは、私が20代の後半ぐらいだったかと思いますね。そうですね、もともとこのアクアラングを探していたっていうことではないんですけど、もともと革バンドの時計しかその時持っていなくて、ブレスの時計が欲しいなと思っていて、自動巻きの時計がいいかなと思っていたので、割とシンプルでブレスの時計でっていうところで探していたんですけど、その中でも、ある程度こだわりがあるみたいな時計が良かったので、その時にいろいろ探していた中で、ちょうどこのブランパンのアクアラングが、購入できるような状況にあったので、ちょっとそこをちょうど出会っていいなと思って買ったのが経緯になりますかね。この時計のいいところを話すと、まず私が思うのは、やはりブランパンってそもそも、このブランパンのブランドが復活した時に、基本的には職人さんが自動巻きの時計を手作りしていきますよっていうスタンスでやっていましたので、基本的に、当時は一人の時計師さんが一つの時計を作るっていう、やり方で当時はやっていたので、どこまでそのやり方をやっていたかはちょっと不明瞭ではあるんですけども、ですのでブランパンの割と初期の頃になっていくと、時計が一点一点非常に丁寧に作られています。特に分かりやすいのが顔周りですね。まず文字盤を見てもらうと、文字盤のブラックカラーなんですけど、濃いブラックが出ていて、かなりポリッシュで、光沢つけてあるんですけども、この黒文字盤を黒くするって意外にコストかかることで、黒を何重にも塗らないといけないので、やはり黒を黒くするって非常に高級時計にしかできないことなので、この黒の濃さっていうのは非常にまず目に入るかなというところと、針とインデックスが、かなり丁寧に作っています。夜光塗料はしっかりついているんですけども、針の形状がかなり立体的に作られていましたので、非常にいいなと思いました。そして秒針の先にこの赤いポイントですねがついているので、しっかりとこの秒針が動いているのが認識しやすいというのも面白いかなと思っています。あとやはりこの時計としては、レマンをベースにしたことによって厚みが非常に薄いと。例えばこの手巻きの時計で薄いんだったら分かりますけど、自動巻きの時計でこんだけ薄いので、もうかなり使いやすい時計かなと思います。38mmの小ぶりで厚みも薄くて、でもシースルーバッグでっていうところもありますので、かなり収まりが良くて、で実用性はかなり高いというところがありますので、非常にいい時計だなと思って気に入っています。このムーブメントが見えるんですけども、これですね、実はフレデリック・ピゲの1150系の機械を積んでまして、この機械って主ゼンマイが2つある機械で、パワーリザーブは100時間あります。そして振動数は21600なので、ロービートなので、この秒針の動きがゆったりとしているので、そういった楽しみ方もできると。この刻みがチッチッチッチっていう、昔ながらの秒針の刻みですね。ですので、非常に時計としては、機械式時計としてのこのロービートの面白さと、100時間パワーリザーブという実用性を兼ね備えていて、
で、シースルーバッグからは、そのツインバレルだったり、ゴールドローターだったりと、あと、このフレデリック・ピゲのこの高級なこの仕上げですね。外装も作りが良くて、内部も、しっかりこだわりがあるというので、非常に気に入っている時計になっています。はい、そうですね。まあ、基本的にデメリットはそんなにはないんですけど、まあ、強いて言うと、実は秒針がこれ中央についてますけど、秒針停止機能はついていません。というのも、リューズを引っ張って時間合わせをするときに、秒針が停止してくれないので、時間を秒まで合わせるというのは基本的にはできないようになっていますので、まあ、そのあたり秒まで合わせたいよっていう方は、そういった点ではデメリットになるかと思いますけど、ただ私の感覚としては、例えばパティックフィリップも含めて、高級な時計になればなるほど、秒針停止機能はあんまりついていないっていう印象があるので、まあ、最近はついてますけど、まあ、当時の時代で言うと、まあ、割といい時計は秒針停止ないかなっていうイメージもあったので、まあ、そこまで気にならないかなと思っていました。まずこの、アクアラングって基本的にはスポーティーかつ三振の時計でブレスタイプというところだと、ドレックスのエクスプローラー1とか IWC のマークシリーズとか、この時計を買った時に最初の印象でかなり手の込んだエクスプローラー1だなっていう印象で選んでますので、同じジャンルでは非常にいいかなと思いますし、IWC のマークシリーズ自社で外装まで作れるっていうのと、文字盤メーカーがかなり高級な文字盤メーカーを使ったりするので、本当に作りがいいこういった同ジャンルの時計という意味では IWC のマークシリーズはいい時計かなと思っています。はい、ということで今回は、時計鑑定士の愛用時計を紹介してきました。これから時計の購入を検討している方ですとか、あとお時計が好きな方には、楽しんでいただけたのではないでしょうか。もしこの動画が良かったという方がいらっしゃいましたら、いいねボタン、チャンネル登録をお待ちしております。そしてコメントもお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いします。